16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回のお題は肩こりです。いつもは、肩こりというと肩こりの原因は何々で、症状は何々で、どんな部位がどんな風に痛みますよっていう解説をこれまでしてまいりましたが、今回は整形外科医の本音シリーズですので、ざっくばらんに私が肩こりについて、約30年ぐらいつらつらと考えてきた、印象も含めてざっくばらんにお話をしたいと思っています。皆さん肩こり感じたらどうしますか？自分でストレッチをするとか、温めるとか、整体回路に行くとか、いろんな方法はあると思うんですけれども、なかなか整形外科にかかろう、受診しようとは思わない方も多いのではないでしょうか。そうなってしまっている理由、いろいろあるかと思うんですね。例えばちょっと整形外科保険証出して病院にかかって、そんな大層なもんじゃないなとか、肩こりぐらいで病院に行っていいのかな、敷居が高いなとか感じる方もいるのではないでしょうか。しかし肩こり、されど肩こりはですね、さまざまな病気の最初の症状として出ていることもあって、その後ほったらかしているとだんだん状態が悪くなって、難治性なかなか治らない肩こりになってしまったり、その裏側には多くの大きな病気が隠れていたりということもあるので、一定期間続く肩こりについては程度も含めてやはり医療機関専門の整形外科に受診していただきたいと思っているわけです。なぜ、整形外科に行く敷居が高いのか、逆に裏からちょっとハスに構えて見てみると、これ整形外科に行っても治らなかったっていう方もやっぱりいらっしゃるのではないでしょうか。整形外科の領域もとっても専門分野が細分化して、肩が専門、首が専門、肘が専門、手首が専門、背骨が専門、膝が専門、さまざまな専門分野に分かれてきているんですね。そうすると膝が専門の先生ですと、やっぱりあんまり肩こりは僕は見ないなとか、専門外だから私はちょっとみたいなことも当然起こってきます。ですので、やはり肩こりを専門に見れる医師に相談するということも一つの方法として重要かと思います。今日のタイトルご覧ください。肩こり撲滅、1億2777万人の首を救えと書いてありますが、これは実は私がもう20年近く前なんですけれども、夢の扉っていうテレビ番組に出演させていただいた時、ほとんどテレビあまり出たことがない時にそのテレビに出させていただいて、当院に来るとっても肩こりに悩んでいる患者様の、レポートをしていただいたことがありました。その時にこのスローガンを打ち立てたんですね。当時17、8年、20年前ぐらいですので、なんと人口1億2777万人、現在の方が実は人口減少していて少ないんですけれども、この思いというのは本当に日本全国の肩こりに、悩んでいる患者様や一般の方々に、症状を改善してほしい、その方法がありますよ、簡単にできますよ、だから試してみてくださいっていうメッセージだったんですね。もちろんその治療道具は枕です。この肩こりがすごく強くて悩んでて、それが良くなって私自身も本当に涙が出るほど嬉しかった記憶に深い患者様2人のお話をちょっとしたいと思います。1人は60代の男性の方、もう1人は、小学生の女の子ですね。まず60代の患者様は、画家さんだったんです。大きな壁に大きな絵を描くような画家さんだったんですけれども、朝起きると仕事に向かう絵を描かなきゃいけないんだけど、どうもそのやる気が起こらない。
朝家族に何度も起こされてやっと起きて、ご飯食べようと思ってもご飯おいしくない、新聞読もうと思っても新聞読みが起こらない、ひどいとまた寝てしまう、いつになったら仕事するの、お父さんだらしないじゃない、お父さんやる気ないのということで妻や子供から非難が来る。どんどんそれが精神的にも辛くなって、もうこのなんとか辛いだるい肩こりをなんとかしたいということで遠方からいらした患者様です。私がその患者様にしたことは手作り枕を教えたことだけです。しっかりと枕を調節し、自分の体格に合う枕を使ってぐっすりと夜間休んでいただく。それから数週間から1ヶ月ぐらい経った頃、再診された患者様の表情がとても明るかったのは今でも印象に残っています。眠れるようになったんです。朝からなんとあの肩こりがなくなったんです。朝食は読めるし、朝ごはんは美味しいし、しっかりと絵が描けるようになった。やっぱり私たち医者が一番嬉しいことって症状が良くなってその方がやっぱ社会復帰することなんですよね。元の仕事がちゃんとできるようになった。どんなに嬉しいことか分かりません。家族の方々もみんな喜んでくれて、お父さんは元通りの立派なお父さんに戻ったわけです。怖いですね、肩こりによってそんなことまで起こってしまう。だからこそ日本人の肩こりを撲滅しなきゃいけないんです。お二人目は小学校のお子さんです。そのお子様はお母様が連れてきました。最初の開校一番言った言葉は、この子最近学校に行かないんです。おやおや、登校拒否は私の専門分野ではありません。しかし次の言葉が肩こりがひどすぎるんです。当院には、小学生、時にはひどい時は幼稚園生でも大人のように肩が凝るという相談を持ちかける子がいますので、この子もそうなのかなと思いました。肩こりと頭痛があって学校に行っても、帰ってきてしまうか、もしくは保健室に行ってしまうということで、授業が遅れないか、授業についていけなくならないか、お母さんは心配していました。寝相を聞いてみると、とにかくもう夜中にあっち行ったりこっち行ったり、お布団の端っこ行ったり部屋の端っこ行ったり、お母さんお父さんに乗っかっちゃったり、すごい寝相が悪いんですね。それって子供だから元気でいいわけじゃなくて、それなりに疲労しているんです。これまでの私の経験からすると、枕をちゃんと整えてあげると子供さんでもそこに頭を乗っけて寝るようになってくるので、もちろんそのお嬢さんにも適切な枕をタオルケットとタオルを用いて作ってあげました。そうするとどうでしょう。お母さんが2回目に連れてきた時には、この子学校から帰ってこなくなったんです。これ当たり前のことなんですけど、お母さんにしてみれば、すぐに早退して帰ってきてしまうお子さんがちゃんと、夕方放課後まで学校にいて元気に帰ってくる、こんな嬉しいことはないと思います。保健室の先生も驚くぐらい頭痛いということで保健室に来る回数が減ったそうです。小学生のお子さんが肩こりで悩む、それも寝る姿勢が悪いからひどい肩こり、頭痛が起こってたとすれば、寝る姿勢を整えて首に負担を加えないこと、そして毎日しっかり睡眠が取れるということで、疲労した学校でたくさん頭を使い体を使って疲労した体と脳をしっかり休めて朝一番元気な状態にしてあげる。これができれば長年悩んできたこの学校に行けないという症状すら改善してしまったんですね。登校拒否、心理的な問題、学校のいじめ、いろんなことがあります。もちろんそういう理由で学校行けないこともあるんですが、肩こりがひどくても行けなくなった例もあるんだということを、多くの整形外科の先生方やお母さんお父さん両親の方々にも分かってほしい。とってもそのお嬢さんが嬉しそうにしてたのを私は目に焼き付いて覚えています。私の目標は日本人1億2777万人、
当時はですね。今もうちょっと減りましたけど、大人も子供も男性も女性も老若男女問わず肩こりがなくなる日が来ることです。今日も本音シリーズ聞いていただいてありがとうございました。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。